ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。今回の動画ではパリに誕生したスイーツの新しいブランドをご紹介します。これから話題になること間違いなし。とびきり美味しいパティスリーです。そして動画の後半では春の気配が感じられるフリーマーケットを一緒に訪ねましょう。新しい季節が楽しみになる、そんな動画です。どうぞお茶でも召し上がりながらリラックスして最後までご一緒いただけたら嬉しいです。2月のある日、私は午後のお茶の会にお呼ばれしていました。訪ねたのはこちらのお宅。このチャンネルを以前からご覧くださっている方の中には、もしかしたらもうピンときた方がいらっしゃるかもしれません。そうなんです。サフィア・トーマスさんのアパルトマンです。もう2年ほど前になるでしょうか。当時の彼女のアパルトマンでのお茶会の様子をこのチャンネルでご紹介しました。サフィアさんといえば、ラデュレの総支配人、アーティスティックディレクターを20年以上にわたって歴任した女性です。ラデュレの世界観はもう20年以上前にサフィアによって作られたと言っても過言ではないと思います。彼女はラデュレを退いてから数年になりますが、その間にも新しいプロジェクトに取り組んでいるということは聞いていました。この日、いよいよそのプロジェクトの成果が披露されるというのです。テーブルの中央にはこの美味しそうなスイーツが待っていました。なんて美しいんでしょう。これらのスイーツの名前はラ・ディヴィンヌ。製法もコンセプトも、そして名前もサフィアをはじめとするブランドの創設者たちがゼロから作り上げたものなんです。Chocolat tout court, café, rhum, vanille, oh là là, rose, pistache de Bronte, citron bergamote。そして2月限定のフレーバーはアマレナとチョコレート。全部で7種類のフレーバーがあります。香りはとってもエレガントで、味わいは繊細にして正統派。ほんの一口でもものすごく充実感があります。フランスの豊かなお菓子の伝統の上に立って、誠実でしかもとても夢のあるお菓子を誕生させたなと私は感心しました。ブランド誕生までのブックも制作されていました。ラ・ディヴィンヌ。フランス語で神々しいという意味の女性系がこのお菓子の名前になっています。イメージしたのはアールデコの時代、映画黄金期のスター、まさに神々しいまでの女性たち。ブランドカラー、ロゴの書体、すべてに物語があります。食いしん坊の私たちのことをよくご存知のサフィアは、ラ・ディヴィーヌに加えてブリオッシュも
用意してくれていました。また添えられたママレードの美味しいこと。ラ・ディヴィーヌのブティックは2025年12月にオープンしています。お茶会の数日後、私はそのブティックを訪ねました。パリ市庁舎オテル・ドゥ・ヴィルから歩いてすぐのところにあります。テーマカラーのグレーがお店の外観としても使われています。ウィンドウ越しにシェフが最後の仕上げをしている風景が見えます。Bonjour. Ça va? Très bien. C'est beau chez vous. この日もサフィアが迎えてくれました。ラ・ディヴィーヌには現在シェフが2人いらっしゃって、この日はニコラさんがお仕事をしていました。C'est une base de pâte sablée avec à l'intérieur un cœur moelleux à l'amande, donc crème d'amande et crème pâtissière, à chaque fois aromatisé à différents parfums et recouvert d'un glaçage fondant, qui naît en 7 saveurs différentes. ミニサイズのラ・ディヴィーヌは12個セットでの販売。カクテルの席に添えるのに素敵ですよね。6個入りの化粧箱がまた本当に美しく作られていて、箱の下の部分がそのままプレートになるような作りです。気になるお値段ですが、ラ・ディヴィーヌは1つから購入可能で3ユーロ90サンチーム。C'est beau. Ça, c'est le glaçage de citron bergamot. C'est ça. 現在すべてのラ・ディヴィーヌはこのお店の中で作られているそうです。文字通り出来たてほやほや。機会があればどうぞぜひ味わってみてください。きっと幸せになること間違いなしです。月が明けて3月1日、毎月第1日曜日といえばそうです、こちらジュシュのブロカントです。先月2月のブロカントの動画はご覧いただけましたでしょうか。あの日は冷たい雨でした。私はそこで濡れそぼった猫ならぬ椅子を家に連れて帰っていました。でも今日はこんなにいいお天気。水仙の花も咲いていれば朝の運動をしている方もいらっしゃる。季節、そしてお天気によってブロカントの雰囲気って全然違いますよね。今日も私はキコさんと一緒に日曜日のお散歩気分でこのブロカントを歩きたいと思います。
これは放浪の器。これでクレームブリュレ何かしたらいいかもねと私たちが話していると、Pour faire des œufs, mettez des légumes au fond, mettez Ah un œuf dessus, oui, d'accord. faire au four. Et ça fait des petits plats individuels. 隣にいたマダムが会話に参加してきて、即興レシピを披露してくださいました。このスタンドもなかなか魅力的。箱の形をしているミニシアター。これは壁に据え付けて小さな棚として使えますね。アスパラガス用の器が勢ぞろい。こちらのスタンドのムッシュがおっしゃるには、アスパラはいわゆる憧れの食材だったのだとか、それでこんなにたくさんのアスパラの容器が作られたのでしょう。これが面白いなと思いました。命名皿の方にはアスパラとソース用の境界線がアスパラガスの形で作ってあります。ホワイトアスパラの美味しい季節がもうじきですね。こちらは子供用の食器。中にお湯を入れて温めるシステム。こんな立派な箱に入っていたということは、出産のお祝いなどで贈られたりしたのでしょうね。私はなんとなくこれらの時計に惹かれました。ウエストジャーマニーと記されているところに時代を感じます。このピッチャーは我が家にもあるとキコさん。お隣のオレンジは貯金箱。後でこのスタンドの前をもう一度通りかかったら、ピッチャーの方は売れてしまっていました。これは一体何に使うものなんでしょう。私たちがこのスタンドのムッシュと話をしていると、一人のマダムが私たちの会話に参加しました。しかもそのマダムはこの使い方をよくご存知で、饒舌に説明してくれました。Dans l'Aveyron, vous savez, Ok, oui. chez les ploucs, complet. Bah, on Chez aime les- bien les ploucs, nous. Ah, Oh. bon, bah, ça dépend. Enfin, bon, si on veut- これはですね、例えば暖炉などで肉の塊を焼くとき、焼き汁を受け止める容器なのだそうです。真ん中の管のようになっている部分に棒を差し込んで、それを取っ手として使えるんです。この器の表面に溜まった焼き汁は捨てずに、それをまたお肉にかけたりして使うことができるというわけ。私たちはまた一つ発見をしました。
この器も私たち2人とも気になりました。スタンドのムッシュ曰く、これはおそらくマスタード入れだったのではとのこと。それに蓋がついていたかもしれないとおっしゃいました。こちらは先月、私がお皿を買い求めたスタンドです。そのお隣のスタンドもなかなか魅力的ですね。こちらの器がとても素敵じゃないですか？Oui, fin 18e ou 19e. あ、素敵。そして私たちがいつも立ち寄りたいのがこちらのマダムのスタンドです。マダムはガーデニングの最中かしら。この器、もともとは何に使われていたものだと思いますか？卓上でオイル、ビネガーの瓶を受け止めるための器なんです。それがこのような形で生かされる。こちらのマダムの発想とセンスには毎回感心いたします。一方こちらは塩を入れていた容器ですね。下の木の台との組み合わせがまた素敵。これはアジサイの花の形をしたランプ。かなり重かったです。今回私が一番心惹かれたのがこのプレートです。ナポレオン3世時代のものとスタンドのムッシュがおっしゃいました。ということは19世紀の半ばぐらいでしょうか。彩色がすごく美しいと思いませんか？ちなみにお値段は75ユーロ。ちょっと考えてしまいますね。同じスタンドに日本のコマ、そして能楽に関する本がありました。こちらのスタンドのご夫妻は京都の飲みの市でこれらを仕入れてきたそうです。またすぐにでも日本に行きたいわとマダムがおっしゃっていました。結局この日は私お財布を開きませんでした。キコさんはこのガラスの器を購入。これでチューリップを買って飾れるわとキコさん。確かにチューリップは茎がしなるので支えてあげたくなる時がありますよね。キコさん、春を迎える準備が整いましたね。
最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたらぜひ高評価をお願いいたします。そしてお気軽にコメントをお寄せください。またチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。とっても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。